中落としてます。何？ドキドキする。あ、おはようございます。岩崎です。これ、デンシスの外骨格です。AI パワードスーツって言い方もします。名前だけ聞くとなんかちょっと大げさな感じがするんですけど、実物は意外とコンパクトで重さが 1.6kg で、これが股関節をサポートして足を上げる動作を補助してくれます。今回これを陣馬山から高尾山を目指す約20キロの重走で1日フィールドテストをしてきました。正直に報告します。それではどうぞ。はい、では実際つけてみようと思います。ここからまずここでパチッとする。そして足する。こっちもする。そしてここでくるくるくるっと自分の太さに。はい。ということであっという間に2分もかからず装着できました。こんな感じです。ちょっと見た目はこんな感じになってますが、でもちょっと黒いのであんまり若干の主張ぐらいかなと思います。装着は簡単。アプリを起動してオン。つながりました。バッテリーも97%、ほぼ満タンにしてきました。ピッピッ動作しました。そして今これが透明になっている。ちょっと遅延があります。はい、ということでエコノミーになりましたので、上りはこれで行ってみたいと思います。なんかエコノミーだけど結構しっかりもうサポートしてウィッと上がります。ちょっといろいろモードを楽しんでみたいと思います。そして今回はですね、ここからまず陣馬山に行って、影信山に行って、小仏城山に行って、高尾山までの15キロを縦走してみたいと思います。バッテリーがどこまで持つのか楽しみです。行きます。素晴らしい。はい、陣馬山までは急登なんで、ちょっとここを頑張って登りたいと思います。行きます。滑りそう。よいしょ。はい。まだ登り始め。ここで試します。ここから急登なので、このエコノミーモードからスポーツモードにしたいと思います。あ、スプリントになった。スポーツモードで行きたいと思います。ドン。確かにすごい足がめっちゃ引き上げられている。あ、結構な高い段差でも上がりますね。ぐっと足を持ち上げてくれている感覚があります。
結構楽かも。いや、すごい、結構持ち上げてくれている感覚があります。エコノミーモードはちょっと支えてくれている感じで、ゆっくり押し出してくれる感じでしたが、このスポーツモードはぐっと上げてくれている感じがします。なので結構な段差の時はかなり足を上げるのが楽です。やっぱ普通にお尻の筋肉は使いますけど、この太ももの前側は随分楽な気がします。よいしょ。はい、じゃあちょっとこっちで下げてみます。ピッ。あ、確かにちょっと緩やかになった。いや、エコノミーで私は十分ですね。今ちなみに 80% です。はい。で、給湯でちょっと試せて、やっぱり疲れがいつもよりは軽減されている気がします。なので、この先のご覧の通りの給湯をジャッと行ってみたいと思います。いきます。よいしょ。いいじゃないですか。ちょっと根っこのとこ行きますね。おお、綺麗。ここか。はい。はい。よいしょ。やったー。ジンバー山山頂。出たー。ああ、ブラボー。はい、ということで陣馬山山頂857メートルいただきました。シャキーン。シャ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 。はい、ということで陣馬山山頂でバッテリーは残り 63% です。結構使いましたね。ほとんどエコノミーモードで、スポーツモードは5分ぐらいしました。一回ご飯食べます。ということで、ここで一回バッテリーを切ります。清水茶屋。あー、最高。はい、じゃあ陣馬山からまた次は影信山に行きます。はい。ちなみに、あ、一回切ると0ステップに戻るんだね。陣馬山から影信山に行きます。今 64% です。行きます。はい。行きます。はい、だいたい今日今5キロぐらいまで歩きましたけど、最初この外骨格結構なこう段差のあるところをこうぐっと足を曲げて降りても全然
引っかかりとか行動が制限されずに動きやすいです。なんかしているからといって歩きづらいとかいうのは全然感じません。開けたところ暑そう。おお、暑い。すごいね。最初重たいかなと思ったんですけど、それは全然気になりません。1.6 とか 1.8 とか、手で持った時はやっぱ結構重たくて、これ荷物になるんじゃないかなって思ってたんですけど、意外に腰にしている分負担が少なくて、あんまり違和感なく歩けます。見た目はすごいんですけど、使用感としてはすごくナチュラルにと言えばいいんですかね、で着用できます。なんかこう見た目とのギャップが結構ありました。なんかピーって警告音が鳴りました。あ、11% しかない。影信山から 2.5 キロ歩いたところでピーピーピーという、多分これはバッテリーがなくなりますという警告音が鳴り、見てみたらバッテリーがやっぱちょっと赤マークになっていました。はい、ということで今8キロ弱ぐらいですかね、歩いていますが、やっぱずっと稼働は難しいっぽいですね。今ちなみに 15% です。なんか落としてます。なんでしょう、なんでしょう。 3%。 影信山ちょっと手前で 3% になりました。ということは多分8キロ弱ですかね。はい、このあ、ゼロになった。ゼロになりました。はい、陣馬山から高尾山へ縦走しようと思ったんですが、陣馬山までは行き、その次の影信山の手前で撃沈しました。一応とりあえず影信山までは歩きますはいはい、ということでただいまの時刻は12時14分です。8時から登り始めましたので、だいたい4時間ぐらい使いました。でも重走というか十何キロは歩けませんでしたけど、でも結構楽しかったですね。3時間ぐらいで回れる山だったら全然バッテリーも持つと思いますし、いつもと違った登山が楽しめるのではないでしょうか。私もすごく楽しかったです。時々これで気分を変えて登山ができる楽しいアイテムだなと思いました。バッテリーが切れてそのまま歩いてますが、やっぱりって思うぐらいちょっと重たく感じます。やっぱり結構アシストされてたんだなっていうのを感じました。でもなんかこのつけてるのが重たいっていうのはあんまりないんですけど、やっぱこの足を前に持っていってくれる人がいなくなったみたいな感じになっています。やっぱ結構支えられてたんですね。おー、すごい綺麗。はい、ということで影信山727メートルいただきました。シャキーン。お手洗いに行く時も簡単に着脱できます。こうします。取ります。でここをピッと前に、これですぐ行きます。一つちょっと気になるというところは、やっぱりリュックをした時に若干ちょっと干渉しますかね。だから多分腰ベルトがあるザックはちょっと難しいかなという印象です。こういうバッグも若干乗りますが、対策としてはトレランの人がしているようなザックというかリュックだったらしないと思います。 KERS っていう動力改正機能が入っていて、下り坂や減速する時にエネルギーを回収して
バッテリーを自動で補充してくれるらしくって、体感的にはわかんないんですけど、ちゃんと動いてる。膝への衝撃も思ったより楽でした。影信山でまた電源を入れ直したら 13% 充電が戻りました。はい、ということで今日は縦走しようと思ってたんですが、ちょっとバッテリーが切れちゃったんで、影信山からこの小仏バス停へ下山したいと思います。はい、ということで今日の検証は以上です。スタジオにお戻しします。どうぞ。おー、景色綺麗。これはズルなのか進化なのか、正直に話してから答えを出します。で、バッテリーが切れた後どうなったかというと、歩けました。止まれとか外さないといけないとかそういう感じじゃなくて、ただ X1 の分だけ少し重たくなった、それだけでした。影信山から小仏峠までバッテリーなしの X1 をつけたまま歩ききれました。これ登山ギアとして大事なことだと思っていて、山の中でギアのバッテリーが切れた時、それが足を引っ張らないかどうか。X1 は切れたらただのフレームになるだけなので邪魔にはならなかった。この事実が正直一番の安心材料になりました。だから答えを言います。進化だと思います。ただまだ途中段階でもあると思います。急登が多いルートでバッテリーが想定より早く切れるのは山で使うには正直課題です。遠くまで歩きたい人は予備のバッテリーを持っていく前提で計画した方がいいと思います。進化している、でもまだ途中、それが今回の正直な結論です。最後に同じ電室のラインナップから2つだけ紹介させてください。膝が気になる方向けに膝関節専用の Z1 が同時に幕開けで公開されています。X1 と組み合わせて股関節と膝の両方をサポートする使い方ができます。もう1個は小島プロダクションとのコラボモデル、デスストランディング2 On the Beach Limited Edition というモデルです。デザインが好きな方、ゲームが好きな方は概要欄からどうぞ。幕開けのリンクは概要欄に貼っておきます。先行販売は5月12日からです。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねボタン、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。